リグランドジョンです。今回はね、クランリーグでね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説、3月シーズンのね、デイ2やっていきたいと思います。41対40ということでね、対戦相手も結構取ってきたんですけど、危ない試合になりましたね。まあ今の環境はやっぱり相手も、普通のね、知らないクランでもボコスカ取ってくるっていうところがね、怖い環境ではありますね。はい、というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでね、早速やっていきたいと思います。クラウスからクイヒールトライダー。そうだね。2日目ね、僕ね、ありえないぐらいの食い火大逆走からのね、大逆転リカバリー全開になったのがね、1本あったんでね、すごいハラハラした2日目だったなというような記憶があります。さあ、食い火展開。まずはテスラチェックしてから、シューターを置いてったようなイメージですかね。いいシューター。シュータールート強いですね。ババーチャとか持ってきて、なるほど。キングで左サイド、クイーンで右サイド。これめっちゃいいな。最速ピスト打っても良さそう。ここで、キングの方でサイドカット。ちょっと対空砲嫌ですね。横打ち入りますが、インビジブルの方で隠すことでヒーラーを守っていきます。からのウォールブレーカー中心部へしっかりここは届きました。ポイズンターンのダメージもうざいな。フローズンアローがモノリスに入ってることで、クイーンの方は、延命されつつ、シュータールートもいいですね。このままマルチアーチャーターとかね、落としきる援軍処理も完全に HP の安全な位置で処理ができる。これめっちゃいい。このキングいいね。さあ、あとは、どう展開していくかなんですけど、ルートライダーの方をどこから発信するか。3時から発信しましたね。シューターの方放置してもそっちの方には向かうルートであったんです。うちが入るんだ。もう、そうか、削ったからか。で、ルートライダー少し残してた分も3時の上の方からスタートしていきつつ、タウンホールの方はヒーラー打たれてるんだけど、フローズンアローの効果とエアスイーパーが守ってくれました。ギリギリ。ポイズンターのね、ダメージとかもヒーラー入ってたんでね、この辺、耐えれんのはバカでかいですね。で、9時の方にウォルブレーカー繋いでいって、一応トムはもう打ってますよと。レイジ型ですね。レイジジェム型。ちょっと中心の投石残ってるんですけど、なんかシューターが打ち始めるとかいうまだ残ってたシューターがめっちゃいいね、このシューター。ロイヤルチャンピオンの方がまだ能力残ってて、クイーンの方もこのクロークはもう時間をね、短縮したいためのクローク打ちましたね。シューターの中身はイエティ。ロイヤルチャンピオンは、今まで通りのセットが入ってて、ブーメラン、しょいしょいしょいと。さあ、ドヤフリーズかましていっての全開ガーサス。V ヒーのね、サポートキングとシューターの作りとね、初手の作りがめっちゃ良かったですね。さあ、ガクも V ヒールートライダーということで、9時かな、この配置なら。9時キングだった。9時キングから9時下、クイーン。ちょっとこれ長弾大砲が痛いっすね。ユニコーン撃たれる。ここは、フローズンアローの管理素晴らしい。レイジもね、必要になるかどうか、際どい火力がね、結構入り始めたんだけど、フローズンアローの効果でね、ここはなしでも乗り切れるっていうところの的確な判断で、呪文なしでクイヒー簡単に突破することができましたよ、と。スニゴブとかは持ってきてないんですが、いるんだけど、ちょっと数が足りないので、ここはベビードラカットからのキング処理ストライカー。美味しいですね。ホミングチェックバルーンも添えつつ。このバルキリーはなんだ、ちょっと早まったか。オデンゾのタゲ取ってベビドラ伸ばしたいとかの理由なのかな、今のって。ヒーラーのとこね、アーチャータゲってたんですけど、レイジに乗ってね、追加したアーチャーがアーチャーを処理してくれました。パターンフォローも綺麗にスムーズに折れて、9時からルートライダー発進です。レイジに乗ってみんなドカドカドカと。ここはドリル型で進めていく形ですね。ぶっちゃけね、ドリルも相当強いですね。この形。僕は結構特化兵士は無理くり使うっていうコンセプトでいろいろ回してるんですけど、ドリルがね、やっぱ余った時めっちゃ強いですね。ただ6時の方はテスラと大砲があったので、そこはバルーンで簡単に拾いつつ、もう回収ができるような状況をさせてあげて、ルートライダーの方はしっかり進めてあげて、クイーンの方はちょっとギリギリ間に合わず、
ここはレイジを使いましたが、クロークも被ってしまいます。ルートライダーが穴を開けてくれたのと、ドリルも一応穴開けてくれるのか。もう穴開きだらけだね。もう壁のレベルが関係ないぐらいいろんな方向に、もうむしろ散ってほしい。すごい量の穴が開いていく。クイーンはインビジブル使うか？使っていってギリギリ延命していって、そしたら次フリーズ、イーグル、マルチャーチャーとは打つかな？打たない。一応クイーン延命するっていう目的ならそこを打ってもいいところなんですけど、結局イーグルから打ち始めるからそこをね、イーグルを削るだけで終わっちゃうんで、まあ残す感じにしましたかね。さあ、ウォールブレーカー3枚。いらないので適当にポイポイポイするしかない。ロイヤルチャンピオンは能力が残った状況で、新種のギアがついてますね。さあ、ここからホグ生み出しつつ、ロイヤルチャンピオンが爆速で走っていきます。ヘイスト薬とかはね、イーグル砲殴った時とかに打ってもよかったかもしれないですね。HP が高いものを殴る時とかにね、速くなると、より効果を発揮するということで。さあ、ナイス全開。バーサス。さあ、ヒロヤスさんは61天才ですね。今の環境のラバルっていうと、天才ラバルが結構筆頭ではあるんですけど、スケルトンインビジブルとかの数もなんか結構減った感じがしますね。天才の方がやっぱプラン作りやすいっていうところだったりとか、簡単だからね、天才とスケイン部の難易度だと圧倒的に天才の方が簡単だよね。迫撃砲のターゲットをね、EAT でしっかりターゲット取りつつ、ここはクイーン外周、キングがタウンホール目指すのかな？これどうすんだろう。タウンホールが簡単に取れるからなんか、フリーズバルーンとかで突破する可能性もなくはない？キングでさすがに取りに行く。この辺がね、例えば、切れればタウンホールが空に対応する防衛施設がほとんどないからね。49% ぐらいで大砲にバルーン投げて、フリーズバルーンとかでね、フリーズヘイソとかフリーズなんとかでね、簡単に落とせそうなぐらいの火力になってますよね。クイーンのルートめっちゃいいですね。ここはクロークかけつつ、アイゴレをもう一回ターゲット取りに使っていくんですけど、ベビドラがもっと仕事をしている。タウンホールの方はしっかりキングで確保できて、援軍の方も一緒に連れていくようだ。さあ、ここジャイアントガントリットが強いところ、キング殴ってんのにタウンホールが折れる。不思議不思議。反対サイドはシューターが投石マルチアーチャータワーと非常にいいシューターになってますね。迫撃砲さえケアしてしまえば内側のね、かなりいい防衛施設を軒並み破壊することができるということにね、見抜いていいプランかなと思います。収達へ。もう一度フリーズを使って、これが最後の呪文。ストライカーもここ頑張って走らせて、クイーンのところまで届いていって、処理は3体でできました。さあ、ここはギリギリですが、フォックスが死んじゃう。モノリス強いね。で、ここからホグ展開。いいっすね。ホグヘイストだ。超弾大砲の一気に突破をしていく。はいや。シューターも最後まで残っていって、シューター良かったっすね。ロイヤルチャンピオンもこうして、オーデンとね、一緒に突っ込んでいくスタイルだと、ターゲット外すためのホグライダーとかヘイスト薬とかね、両方新種の組み合わせ結構強いかな。ありかも。さあ、来ました。問題作。これね、マジで攻めてるとき結構ね、このウィザードカット、時間短縮のためだけでやったんだけど、やんなくてよかったと思ったね。あとこのスニゴブも出さんくてよかったと思ったね。やっちまったわ。これで金山が切れたことによって、クイーンがね、テスラの方に反応するし、このテスラはなんで出たかっていうと、スニゴブを使ったから。で、インビジビルでね、カバーしてあげようと思ったら、なんでお前そっち行くねんということでね。はい、大事故。はい、大事故。絶望のリカバリーがここから始まります。ホーミングもヒットして、もう本当に嫌だ。どうするって考えた時にね、ちょっとたまたま今回ウォールブレーカーいらないプランだったので、バルーンをね、少し多めに持っていく形にしてたので、ここはギリギリ投石の方を降りつつ、時間稼ぎのための、オーバーグローを使って、キングトーカー弊社でサイドカットをして、クイーンの方でタウンホールを取るリカバリーを立てつつ、ルートライダーを3時からっていうね、普通のこのクイヒルートライダーをやる上では相当いびつなプランニングになりました。そうするしかないからね。どうリカバリーしようって考えたときに、10日弊社は3時に
別動隊で使うってキングだけとかでもよかったかなとは思うんですけど、結果的にはね、このルート、10日弊社を12時に置いたことがね、非常に功を奏します。さあ、ここから3時の方はもう初手トームで入っていく。火力的にもちょっとキングもね、巻き込めそうだったっていうのもありますし、で、この隙にレイジフリーズでタウンホールの方をホグライダーとクイーンで一気に突破していく。まあ、これ多分ホグなくてもいけたか。じゃあ10日使わなくてもよかったかも。うん。ここで本当はね、トームとかね、援軍処理とかが終わってるとめちゃくちゃいいんですけど、ウォーデンがドカドカ撃たれてって、こっから全開取れるように見えないでしょ、みんな。これ全開になったんですよ。これね、ロイヤルチャンピオンが強いからです。ロイヤルチャンピオンフォックスで、まずはここ一段落。モノリスのところを担当しつつ、キングのジャイアントガントレットもめちゃくちゃ強いので、ウィザードカットしっかりこの辺までね、スニゴブとか入れてキングを戻す作業を、ここ入れてたのは偉かったということでね、キングを戻していきます。残ってた呪文レイジをロイヤルチャンピオンにベット。ロイちゃん走ってこのフォックス状況で頑張ってキープしてくれフォックスをということで、さあここからインビジブルプラスのホグライダーを追加することで、あとはゴリ押しで突破するということでね、まあ、なかなか全開にならないでしょっていうアタックをしっかり全開までつなげれたのは良かったかなっていうところですね。これ拾えたのはなかなかラッキーだったっていうところと、レジェンドリーグ最近始めたことでね、えぐい事故は慣れてきたのでうん、いいリカバリーかなと思います。結局全開取れるかどうかなんでね、じゃなくても、ね、ボケたアタックよりも、価値は高いということでね、この環境なかなかこけづらいので、こけたくないよね。取れてよかった。さあ、よっちさん、天才ラバル。V ヒーとかもやる人なんですけど、今回は天才ラバルの選択ですね。テスラのレベルがまだ色違いですね。キングでタウンホール、なるほど。まだ2日目全員のリプレイ見れてないので、みんなのアタックがどんな感じでするのか楽しみ。さあ、ジャイアントロイちゃん。ロイ、多分フォックス上がってないんだろうな、よっちさん。フォックス使ってないから、忙しいみたいで。まあ、使えるなら絶対フォックスの方が強いからね、ロイちゃんとか。ロイヤルチャンピオン、ブーメランかけつつ、まあ、トラップがなかったんで、結果的にクジディガー、ディギーも相当刺さってますね、これ。で、クイーンも黒く打って、おでん像とか追って、だいぶ伸びてるね、ヒーローパート。ボマー刺すのかなそのマルチ IT。昔ながらのラバルっぽい、めちゃくちゃ。昔ながらのドラゴン、あれだな、中身にドラゴンとか、クローンライドラとかしたいもん、こっから。ライドラクローンしたくないこれ、茜式ボマーやん、こんなん。昔ながらのヒーロー削りしてんな。懐かしい削りしてるわ。さあ、ここは6時の方からラバルパートスタートしていきます。まあ、援軍ケアできるんだから中身は結構ドラゴンとかもね、入れる選択肢っていうのもありだったかなっていうところ。まあ相手の援軍が結構たくさん見てきた感じで、アイゴレが多いっていうところでドラゴンライダーを採用したのかもしれないですね。スーパードラゴンとかそういうのもありだったかもしれない。まあモノリスが奥に控えてるんで、数で押せるユニットとかを選択するっていうところだったかな。あとは裏の方から、まあフリーズまだ3発あるんでね、余裕の展開ですね。フリーズ、ヘイストさしていって。これね、昔のタウンホール12とかね、周り削って残したボマーのところにね、ライドラ中身に入れたボマーを発進させて、クローンで進めていくみたいなのがね、タウンホール12の世界大会の時のね、割と鉄板の削りと、僕もやってましたね、こういうの。今の削りめっちゃ懐かしいな。今の削りボマーめっちゃ懐かしいな。あとはね、ドラゴンクローンとかも結構強かったりするんですけど。まあ、要は援軍もケアできるところに、ボマーでケアさせていって、まあ、中身にも触れるし、みたいな感じですかね。まあ、ポイズンあったんで。キャスリーさん、ライドラッシュ。エアスイの向き的には3時ガンガンに吹いてるんですけど、タウンホール側から行くみたいですね。チェインがボコボコ入っていって、ここで一気のトーンもかけていきます。突撃艦、この距離ですけど、タウンホールに向けて投げていきましたね。ただ、トルネードも発動してしまったので、まあちょっとこれはタウンホールのバック艦みたいなのはもろにライドラにかぶっちゃう形になりましたが、
しっかりこれ若干12時側にもそれるようにね、打っているっていうことも結構大事ですね。これによってライドラが、全部タウンホールで停滞するんじゃなくて、上に流れた部隊も12時の区画をしっかり突破ができる状況を作りつつ、さあフリーズ打って、頑張れライドラ下に降りてこい。この辺があんまりチェーン入らないところなんだけど、攻撃を打ち続けて、おでんゾーンまで突破しつつ、9時のライドラの方は、ここで対空砲に撃たれて終了。ライドラパートはこれで終了ですね。クロスボウ折れたらめっちゃ惜しかったね、これ。新レベルクロスということで、HP が上がったことがギリギリ生き残った要因か。あとはもう3ヒーロー、4ヒーローか。このまま進めていくしかない。オーデンが、普通のウォーデンなので HP が上がっている状況ですね。フリーズからのフィスト、出たフィスト。バーバリアン生み出していく。外周キングのフィストなんでね。キャスリーさんのキングは。バーバリアン生み出しと、あいつなんちゃらヒゲ。吸血ヒゲ。フリーズ使って、ここは、ヘイスト薬か。クイーン処理のところとか。あとはヒーラーのついたクイーンが回ればいいんだけど、キングにヒーラー奪われたのもちょっと厄介ですね。黒くせっかく打ったのに。吸血ヒゲキングにヒーラーはいらんのよ。なんとかここはでもターゲットはクイーンではなくて、金庫が逆に良かったですね、ここ。クイーンがバレないように処理をしていって終了ですね。ナイス展開。吸血キングはしぶといですね。さあ、森尾さん、リターン型。1個前の対戦でもリターンやってたんで、もしかしたらレジェンドリーグもリターン型で回してる可能性がなくはないかな。練習も兼ねてかもしれませんが。クイーンと当たるところ、ここは、いい処理。リターン型なので、ここはシューターのためだけにやってあげてって感じですね。こういうのは対策陣の方が刺さるからね、リターンのこういう削りは。うまいね。さあ、バルキリで大砲も見つつ、バーバリアン12時カット。ホーミングチェックバルーンも入れて、いい流れでイーグル区画に入っていきます。もう1枚ホーミングチェック。オールブレーカーを積まなくていいルートになってるので、バルーンの数も結構多めになってますね。これギリギリだけど黒く咲かされちゃう。さあ、ここからどう展開するのか。マルチ IT がね、結構しんどいですよ、中心部。3個もあるんでね、クイヒーからするとヒーラーが撃たれる可能性もあるんですが、さあ、援軍が釣れるまで待ってた形かな。3時からルートライダー発進かな。キング使ってルートライダー展開をしていきます。ここもサイドカット入れてるんで、やっぱりキングとルートライダーは合流をしたいというようなね、プランニングで見てそうですね。レイジ持ちつつ、アイスゴーレムの処理でね、クイーンが結構手止まってるんですけど、クイーンもここで合流できそうですよね。ナイス。で、ルートライダーが穴を開けてくれたりとかもするので、ここからはルートライダーを盾にね、サービス終了編成のように3ヒーローで、後ろをね、ロイちゃんも出してるこれ。ロイちゃんもいるね。で、シューターの中身が、9時側の方はマルチ IT 超団体砲と進んできつつ、呪文もたくさん残ってるので、森尾さんの食い火結構ね、呪文しっかり残って最終盤にね、余裕のある展開作れることも多いですよね。序盤で無駄な呪文を打たないっていうところが本当に大事になってくるんですけど、このね、あと無駄なユニットを使わないことで終盤しっかりユニットだったり、呪文がたくさん余っていると。しかもリターン型なんでね、リターン割いた上でこんなに呪文がしっかり残ってるのはね、偉いっすね。で、企画に呪文が打ててる証拠かなと思います。さあ、最終的には4ヒーロー全部残っての終了。さあ、コマくんクイヒールートライダー。ルートライダー多いっすね。当たり前なんですけど、結構クイヒーのルートライダーが目立つかな。さあ、テスラチェックだけちょいっとやって、シューターっぽい。その後、反対サイドからクイヒースタート。コマくんのクイヒールートライダーはかなりシューターが多い印象です。ルートライダーだけじゃなくて、クイラバも結構シューター使ってるイメージが多いな。
上段大砲って結構火力高いよね。ユニコーン撃たれるし。ユニコーン死ぬの嫌なんだよな。キングがいい感じに入り込みまして、長弾大砲、おー、長弾じゃないや、マルチアーチャーター、借り逃してほしくないところであったけど、結局でもこっちでフィスト使った方が強かったか、残ったとしても。さあここはレイジとかも使いつつ、レビドラ追加。火力も高くなってますが、バルーンを使って外周部、長弾大砲のところまでバルーンで落とせるとめっちゃ美味しいですね。うん、ホーミングチェックバルーンも入れて、大砲折れろ。嫌なトルネードだ。ルートが変わる。ホーミングチェックバルーンも、ここは不発でどんどん溶かされていきますが、何度か出したバルーンのおかげで長弾大砲を突破することができました。フリーズ、しっかり打って、ルートライダー発進かな。うん。さあ、いい流れ。マルチアーチ、ヒーラーめっちゃ撃たれる。嫌だね。ナイストーム。ピンク6打ちたいですね。ナイス。さあ、ここはフリーズ一発目、奥のところ、投石対地クロス固めつつ、インビジブル打てるんだったらクイーン打ってもいいかなって感じですが、ギリギリしっかり間に合っていって、モノリスのところもフローズンつけていく。スケルトンもね、追加してるので、ここは先に折り切っていく。で、マルチア ET もここはフローズンアローがついて、フローズンアローもぶっ壊れてるね。偉い。こういったとこ絶対落ちるようなところをね、救ってくれるのがありがたいっすよね。レイジ、ゲームも。ナイス。スミス71天才。長弾投石対地か。あと。対地は残ってるな。ポイズンターか。バルーンを使ってサイドカット、ウォールブレーカーも開けていくことで、ここはキング、クイーンが合流していくような外周ルート、うまい。ここストライカーとか1体当てても面白そうだけど、結局ここフローズンアローの、ストライカー入ってるか、これ。ストライカーが入っておりました。いいフィスト。頑張れ。シングル降りたい。入り込んでいく。アイゴレ一気に処理していく。次。ナイスクロック。アイゴレキングがまとめてハイダメージで追ってくれるのめっちゃいいよね。タウンホールに向けて突撃艦を差し出しつつ、ストライカーも混ぜての一気のトーム、ロイヤルチャンピオンをね、ラバルパート混ぜ込んで入れてますね。で、タウンホール届いたところ、しっかりレイジに乗ったイエティがタウンホールをケアしつつ、ラバハウンド、トーム中のラバプラス追加のラバハウンドで3時間を突破してきます。あとはストライカークイーンに刺すタイミングを見計らうんだけど、タイチクロスがね、まだ残ってる関係上、なかなか雑には出せないので、ロイヤルチャンピオンとかあの辺がターゲットを取ってくれるようなタイミングで、しっかりストライカー、いいですね。タイチクロスのターゲット、こうやってロイちゃんだったり、でもそもそもディギーとかもつけれる距離感になってからようやくストライカー出す。もう残りがね、ストライカー1体だけになってたんで、こういう出し方は結構大事ですね。ブーメラン飛んできたので。エイストブーメラン。ヘイストブーメランは回復手段がないのか。だいぶ攻撃的な選択肢ですね。ナイス。星371天才。レジェンドリーグ61で回してた人は7に変えてって感じかな。この配置なんか前もあったな。ちょっと違うか。コマくんがやってた配置にちょっと似てるけど。結構ね、タウンホールこんな感じで囲って、金庫で囲って、なんかテスラ1本生やして、みたいななんか、結構多いっすね。6-1で今回は足りるので、6で止めて、一発だけ残してって感じですね。で、ここはクイーンも使って、キングを3軸角に、ウォールブレーカーで繋いで、戻して投石のところまで誘導していく。よくある形。クイーンの方はタウンホール簡単に取れるので、なんか対戦でもなんかこんなような取り方を星さんしてたな。全く同じかわかんないけど。いいルート。めっちゃいいルートっすね。もう欲張っちゃうもん。
どうせね、レジェンドリーグで使ってるウォールブレーカー編成なので、こっちまで伸びればいいなというところ伸びそうだしね、実際。で、アイゴレもここ付け足していって、3時の方までキングが伸びていく。援軍とかにも捕まらなかったしね。で、こういう時結構大事なのが、外周部の施設を切ってあげることで、このジャイアントガントレット状況のキングをね、区画の中に持っていけるんですよね。ドリルを反対サイドエアスイから差し込みつつ、一気のトームをかけて、ここ援軍ケアプラスで、バルーン守っていくような流れになってきました。ウォーデン、普通に HP を上げるやつですね。ライフオーラを採用しています。ジャイアントバルーンも使ってウィズ島のケアもしつつ、ライトニング一発とか特に使うところないので、パンって打つんですね。細かい援軍が漏れてしまった時とか、リックスケルトンだったりとか、今リックスケに打ちましたね。火力的に若干足りなかったところにライトニング一発打つみたいなのは多分、レジェンドの時もね、6-1で足りるところを攻めるときはこういう使い方してるのかなと思います。ロイヤルチャンピオンは両方新しいやつ17レベルで上がってますね。ローズンアローは26。ナイス展開。さあ、残り2本。カズマくん、ライドラッシュ。今日ちょっとね、日めっちゃ動画撮ってるんで、ちょっと疲れました。返してましたので。朝4時です。さあ、6時の方にバーバリアンテスラチェックしつつ、シューターをポンと投げ込んでいきました。で、アーチャーを12時。エアスイが両方こっち向いてるんで、基本的には、このね、8時面からスタートしそうなライドラ気がしますけど、エアスイが結構2本とも反対向いてる配置多いっすよね、今。こういった配置にライドラが結構刺さるのかな。どうしてもカモになっちゃうよね。で、一気のトームから、ここはフローズンアローもロイヤルチャンピオンの処理に結構安定して処理ができてくれてますね。で、クイーンの処理も行いつつ、タウンホールの方に綺麗にライドラが誘導されていく。対戦とかでもね、カズマくんライドラッシュやってたりするんだけど、いいチェインが入りそう。ナイスチェイン。両サイド広がっていって、投石機もしっかりぶっ飛ばして、中心めっちゃいいチェイン。ナイス。なんかソラスケルトンとかまで置かれてたんだけど、一瞬でライトニングで折れましたね。結構ね、ドラゴン系の編成するときね、ウォーデンこの、特にライドラはね、フェニックスいいっすね。スーパードラゴンもフェニックス結構ウォーデンにつけるのありなんだけど、そうするとちょっとね、キングの伸びが変わっちゃう気はするんだけど、ライドラね、オールは強いんだけど、オールとかウォーデンが先にね、ライドラがターゲット取ってる施設を壊してしまって、ライドラがなかなか攻撃できないっていうことがね、生まれちゃうので、あとはやっぱタウンホール真ん中の配置の時にウォーデンがね、突っ込んでいくと、死んじゃうんでね、途中でね。タウンポイズン抜けて。さあ、フリーズヘイ、ロイヤルチャンピオン今回も残ってということで、確かこれ、デイ2だよね。もう、ど忘れしとるけど。デイ1もロイちゃん残して全開取ってたな。ナイス全開。さあ、本日ラストアタック、ヤッターくん、クイヒーのルートライダー編成、9時からクイヒースタートしていきます。突撃艦を持ってますね。適当にもうなんかポーンとやりながら、6時かな、12時からルートライダー発進して、クイーンが向かわなかった方から、突撃艦込みで、スタートしていくやり方になるのかな。対空砲両利。ウォールブレーカー投げるなら、投げても良さそうですけど、ターゲット取ってくれました。ウォールブレーカーダブルで開きましたが、そこの位置にあれば OK か、ギリ。さらにホーミングチェック。ウォールブレーカーは、また12時のよくわかんないとこついていく。しっかりサイドカットが間に合ったので、マルチの方に向かってくれますが、ちょっと一歩動いたんでね、ヒーラーがダメージを受けてしまう展開になる。ポイズンプラスのマルチ受けはあんまり良くないね。でも結局いい位置入ったね。反対も打てるような角度。12時の方からルートライダー。クイーンが向かなかった方からってことですよね。ここはキングも一緒に入れていくような役割ということで、やっぱり今のルートライダー、
キングも一緒にね、ルートライダーと一緒に進めてく食い火ルートライダー多いみたいですね。僕も結構そんな形を取ることが多くて、代わりに10日兵士を外周流すみたいなやり方でやってるんですけど、強いんですよね。やっぱジャイアントガントレットが強い施設が多いところでフィスト打ちたいんですよね。ナイス突撃艦しっかり落としつつ。あとはルートライダーが開けてくれるので、クイーンもロイヤルチャンピオンも後ろをついていけるような状況が取りつつ、3時の方はキングが戻ってくれる。ここでフィスト使えんの強え。このキング巻き込みのマルチ IT とかテスラとかボコボコできるのいいですね。ジャイアントガントレットゾンダー、これ完全に。その距離、クロス折れるのね。その距離、テスラ2本折り。やばいね。ボッコボコやん。ナイス全開。フリーズも2発残って、ナイス全開です。ガーサス。こういう配置、そういう取り方があるのか。はい、というわけでね、終わりまして、2日目終了。11全開かな。違うわ。星違ったから12全開でしたね。今日もかなりいい全開多かったんじゃないかなと思います。個人的にはね、大事故起こりかけて、って感じな2日目だったんですけど。やっぱこうやってね、みんなのアタック見ていくと、レジェンドリーグでね、攻めてる人たちは、独自のね、自分の形っていうのを持ってて、同じ編成でもなんかやり方みたいなのがちょっと違うのが面白いですよね。兵器で差があったりとか、食い火の角度だったりとか、突撃艦を対応する人がいれば、森尾さんなんかはリターンとかを使ってるっていうところでね、面白いですね。はい。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。